皆さんこんにちは、ケンジさんです。今回の動画では、WoW を始めたプレイヤーがゲームを快適に遊べる設定と簡単に戦闘のパフォーマンスを上げられる方法をお伝えします。PC ゲーム初心者のチャスさんが知識ゼロの初心者からエンドコンテンツのレイドやミシックプラスダンジョンで安定したパフォーマンスを発揮するようになるまでにパパが色々と工夫した設定をこの動画で共有します。私はトッププレイヤーのような凄まじいスキルがあるわけではありません。ですが、PC ゲーム未経験の娘を共に WoW のエンドコンテンツであるレイドやダンジョンを戦い抜ける一人前のプレイヤーに育て上げた日本でおそらく唯一の父親です。その点では初心者の皆さんの参考になると思います。ちなみにもし他にも親子で遊んでいる方がいたら、ぜひお友達になってくれたら嬉しいです。さて、今回の動画で紹介する内容を先にお伝えすると、主に4つあります。1つ目、オートルートの設定。2つ目、アクションバーとエディットモードの設定。3つ目、シングルボタンアシスタントとマクロの設定。4つ目、アクションターゲティングの設定と、私が見つけた画期的なコードについて解説していきます。ちなみに、チャスさんは主にハンターで遊んでおり、解説も DPS ロールのものとなりますが、タンクやヒーラーでも敵を攻撃する際には活用できるものです。一つ目は、とても簡単に設定できるけど便利な機能、オートルートです。敵を倒した後に戦利品を一つずつクリックして拾っていたものを、敵を一回クリックするだけで全て拾ってくれる機能です。オプションズを開き、コントロールを選択します。オートルートにチェックを入れて完了です。これで毎回クリックしていたルートが一度のクリックで自動でバックに入ります。今まで通り、マニュアルで一つずつ確認してバックに入れたい場合は、シフトを押しながらクリックすれば、自動でバックに入らなくなります。長いWoW生活の中で何度もルートする機会がありますが、この設定はクリックを節約してくれて、すべてのプレイヤーにおすすめできるものです。二つ目に、アクションバーとエディットモードの設定について解説します。今回は、チャスさんと同じ画面になるように設定してみます。ゲームを始めたとき、アクションバーは一つしかなかったと思いますが、戦闘スキル以外にも、ハースストーンやマウント、ポータルやら、お気に入りのおもちゃ、衣装変更などもすぐに押せるようにしたいと思ったら、全然アクションバーが足りません。なのでまずはアクションバーを増やしましょう。オプションズを開き、アクションバーを選択してください。まずはアクションバー1から5までにチェックを入れて表示してみましょう。チャスさんの場合、1から5までのアクションバーはデフォルトの位置のまま使っています。戦闘で使うものやよく使うマウントなどは1から3のバーに、ハースストーンやおしゃれ機能、たまに使うペットのコマンドなどは4と5に置いてクリックして使っています。これだけで最初は十分な場合が多いですが、生産スキルなども置きたいとなると足りなくなってくるかもしれません。その場合は6から8も開放すればさらにボタンが増えますが、デフォルトだと画面のど真ん中にボタンがあります。そこで、エディットモードでアクションバーの位置を変更してみましょう。アクションバー6をクリックしてサイズを一番小さくします。7と8も同様に最小サイズにしたら3つのバーをくっつけます。チャスさんは小さくした3つのバーをアクションバー4と5の下のスペースに置いています。
よかったら参考にしてください。このように、エディットモードではユーザーインターフェースを自分好みに動かせます。3つ目に、シングルボタンアシスタントとマクロを説明します。WoW での戦闘は、効果の違うたくさんのスキルを正しく隙間を空けることなく押していくことで高い攻撃力を発揮できます。いわゆるローテーションというもので、これを深く理解して強くなるのは楽しい要素です。ただ、戦闘ではこのローテーションをあくまで攻撃の一面に過ぎず、スキルを絶え間なく押し続けながら敵の攻撃にも対処しなくてはなりません。ドラゴンのブレスを避けたり、敵の詠唱を妨害したり、全体攻撃に防御スキルを合わせて使ったり、多種多様な戦闘に対応しなくてはなりません。ローテーションに集中するほど、どうしても敵の攻撃に気づけずに被弾してしまうなんてことがあります。ここで役に立つのがシングルボタンアシスタントです。このボタンを押すだけで、その時に合った攻撃スキルを選んで発動してくれます。一番良い候補ではない場合もありますが、完全に的外れということもなく、完璧なローテーションを行った場合が 100% としたら、アシスタントでは 70% ほどの威力が出るようです。また、タレントごとにシングルボタンアシスタントが設定されているアビリティが決まっており、中には一部アビリティのみ手動で押す必要があったり、逆にすべてのアビリティをシングルボタンアシスタントが網羅しているタレントもあります。チャッさんの場合、ローテンションに関してはほとんど教えておらず、それよりも敵の詠唱を止めるインターラプトの仕方、敵の動きを制限するクラウドコントロールの使い方、防御スキルの使い方などに重点を置いて教えています。多様な敵が出現する WoW の世界では、敵の攻撃に対処できる能力の方が優先度が高いと考えています。もちろん同時にローテーションを覚えていくことも面白いですが、難しいと感じるプレイヤーはシングルボタンアシスタントに頼ることをためらわないでください。ご自身が楽しいと思う戦い方を選んでください。それではシングルボタンアシスタントの設定の仕方です。タレント&スペルブックを開き、ウィンドウ下にあるスペルブックのタブを開きます。右上にあるシングルボタンアシスタントのボタンにカーソルを合わせると、シングルボタンアシスタントが使用するアビリティ一覧を確認できます。このボタンをドラッグして好きなキーにセットしてください。あとはそのキーを押すたびに自動で優先度の高いスキルを発動してくれます。これだけでも使えますが、もっと快適にするためにここでマクロを紹介します。エスケープキーでメニューを開き、マクロを選択してください。ニューのボタンを押して、新しく作るマクロの名前を決めて、コマンドを組み立てていきます。チャッさんが使っているシングルボタンアシスタントのマクロはこの通りです。1行ずつマクロの効果を説明していきます。1行目のシャープ小トゥールティップは、マクロのアイコンにしたいアビリティを入力することで、マクロのボタンにそのアビリティと同じアイコンが表示され、一目で何のボタンかわかりやすくする効果があります。今回はシングルボタンアシスタントが表示されるようにしています。2行目のスラッシュクリアターゲットは、ターゲットを外すコマンドで、ノーハームデッドを追加することで、もし現在のターゲットが攻撃できる対象ではない場合、ターゲットを外すという効果になります。これは、この後説明するアクションターゲティングを使う際に不具合を軽減するために入れています。3行目はシングルボタンアシスタントを使うコマンドなのですが、ノーチャンネリングが追加されています。これは、モンクのフィスト・オブ・フューリーやメイジのアーケイン・ミサイルのを中断しない効果があり、ボタンを連打しても、今使用している技をキャンセルせずに、終わってから次のスキルを使ってくれます。
チャンネルスキルを使うクラスにはとても大事な効果となります。4行目のスラッシュペットアシストは、ペットの挙動を指示するコマンドで、ペットがプレイヤーを援護する基本的な挙動のため、基本的にはアシストに設定しておくことが多いのですが、戦闘から離脱するときなどに一時的にパッシブ状態、いわゆる何もしない状態に変更していることがあります。この状態だとペットは攻撃してくれないため、このコマンドを使うことで戦闘を再開したときに自動でアシストに戻してくれます。セーブを押してマクロを作ったら、アクションバーにセットして正しく動くか確認してみましょう。4つ目にアクションターゲティングについて解説していきます。この機能は画面に一番近い敵を勝手にターゲットして攻撃できるようにする機能です。例えば複数の敵と混戦時にいつの間にか最初の敵を倒していてターゲットが外れていることに気づかず攻撃が止まっていたなんて経験があるかもしれません。アクションターゲティングを使用すれば敵を倒した後、新しいターゲットをクリックしなくても自動で近くの敵をターゲットして攻撃を続けることができるようになります。もちろん今まで通り手動でターゲットをクリックすることで優先して攻撃したい敵を選んで攻撃することも可能です。常に隙間なくスキルを使用する WoW の戦闘では、毎回ターゲットを選択しなくて済むアクションターゲティングはとても快適な機能と言えます。アクションターゲティングの機能を有効にするには、オプションからコンバットのタブを選び、一番下にあるアクションターゲティングにチェックを入れるだけです。しかしこの機能、このまま使うのは結構リスクがあります。なぜなら、自動でターゲットしてくれる距離が40ヤードとかなり長く設定されています。遠距離攻撃の最大射程まで届くほどの距離で、意図せず攻撃したくなかった敵をターゲットしており、間違えて攻撃してしまうなんてことがあります。ダンジョンを例に挙げると、例えば手前のグループだけ倒そうと思っていたのに、周りの敵グループにも攻撃してしまったなんて事故が起こりかねません。また、アクションターゲティングは画面の正面の一番近い敵をターゲットする性質があり、左右の確認をするためにカメラを動かした際に戦っていない敵のグループをターゲットしてしまうことがあります。そのまま気づかずに攻撃を続けてしまうと、意図していなかった複数の敵グループと一度に戦闘をしてしまい全滅ということが起こってしまいます。このトラブルを解消する画期的な方法があります。アクションターゲティングが自動でターゲットする距離を任意の長さに変更できるコマンドです。それがこちら。このコードを入力することで、以降のアクションターゲティングの射程は20ヤード以内に制限されます。この20という数字を10や15にすれば、もっと近くの敵しか狙わなくなります。近接クラスなら短めに、魔法クラスなら少し長めになど、自分の好みに調整できるのがこのコードのすごいところです。シャッサンの場合、15、20、40と細かく設定したマクロを複数用意しており、いつでも変更できるようにしています。先ほどと同じシーンで確認すると問題が改善されたことがわかります。動画の説明欄にコードを載せておきますので、ぜひコピーして使ってみてください。当初チャッさんはシングルボタンアシスタントだけではダンジョンにおいて十分なパフォーマンスを発揮できませんでしたが、アクションターゲティングと組み合わせることで安定した成果が出るようになりました。ターゲティングやローテンションに気を取られないので、混戦時でも敵の攻撃を避けたり、詠唱を防いだりできるようになりました。ローテンションを改善して DPS を少しでも高くしたいと思うのもとても素晴らしいと思います。チャッさんがもし今後、もっと攻撃力を上げたいと思うようになり、
ローテーションに興味を持ったら、喜んで教えたいと考えています。しかし、もし今のままが楽しいと思うのであれば、それでも全然いいです。すべてのプレイヤーに伝えたいのは、誰かに言われたから仕方なくやるのではなく、皆さんがそうしたいと思った時に、その遊び方を選べば良いということです。この動画が、WoW 初心者の皆さんの参考になれば幸いです。また、熟練のプレイヤーにとっても、時にはローテーションに縛られずに敵の攻撃に集中したい時など活用する機会があると思います。ぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。